はい、こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、はい、透明水彩の、色見本を作ろうと思います。透明水彩絵の具を、これから使っていこうかなという方に向けて、まず最初ですね、こういった、パレットに絵の具をそれぞれ出して固めてしまいます。で、このパレットに出した絵の具さえあれば、もうチューブは持ち歩く必要はないので、こういう状態でこう、例えばですね、パレットと筆と、あとはペットボトルに水さえあれば、スケッチにもいけるという、非常にお手軽な透明水彩絵の具セットって感じなんですけど、これ買ってすぐって、まずね、こう色が、例えばこう濃い色なんかは、薄めた時にどんな色になるのかってすぐにはちょっとわからないですよね。なので、最初にこういうですね、紙を用意して、まずね、色をね、出してってみたいと思います。で、この時に透明水彩なので、濃い色から薄い色まで少しグラデーションをつけながらですね、色見本を作成していきたいと思います。では、早速行ってみましょう。用意したのは、はい、霧吹きですね。まず、パレット、今固まっちゃっていますので、霧吹きで、はい、絵の具を湿らせておきます。で、筆の方は、これ、ちょっと小さめの彩色筆なんですけど、これを使っていこうと思います。はい、よく、水を染み込ませて、なじませておきます。はい。でですね、色入ってるかな？はい、こんな感じで。一応この並びの通り、今、22色かな、パレット並んでるんですけれども、この並びの通りに色を出していこうと思います。では、左上から、やってみましょう。こんな風にですね、まずしっかりと絵の具を溶かします。しっかり溶かしておかないと一番濃い色が出ないので、水たっぷり使って、はい。こんな感じですね。このくらいしっかりと絵の具を溶いておきます。で、おもむろに左上から行きましょうか。はい。この辺見えてるかな？こんな感じで。一番濃い色ですね。濃い色から、はい、ちょっと水で筆先を洗って、湿ってる間にですね、ちょっと薄めていきましょう。はい、例えばこんな感じで。下の方は透明な、ここが透明な紙の白さですね。白さから、徐々に赤の一番濃い色になるような、今ここからここまでのだいたい5センチくらいですかね。5センチくらいの幅の中に一番濃い色から薄い色までグラデーションにしてみました。で、その都度筆はしっかりと洗いましょう。今左側が真っ赤になっちゃいましたけれども、これ2番目、3番目、3つくらいを使ってね、もう色が筆に残ってないっていうくらいに綺麗に洗っておきます。はい、では続けて次の色。これはオペラかな？はい、ルミナスカラーって言われる蛍光色のピンク色、発色のいいね、ピンク色ですけれども、これしっかりと溶いておきます。こんな感じでたっぷりの水でですね、溶き加減はこんな感じです。しっかりと絵の具を溶いておいて、はい、次、この場所でいいかな？こんな感じで。たっぷりと絵の具を置いておきます。で、しっかり筆を洗って、真ん中から下にかけてぼかしていきます。で、最後は、水で持って、こう下から上へこう拭き取る感じですかね。こんな感じで。はい、透明な色から一番濃い色まで、だいたい5センチくらいの間のグラデーションできました。はい、よく洗って次の色に行きます。今度はオレンジですかね。はい、しっかり溶いておきます。
たっぷりの絵の具を用意して、一番濃い色がね、はっきり出るように筆に含ませます。こんな感じで。はい、強い色ですね。オレンジ色。で、しっかり筆の水分を取って、中間の色を作っていきます。で、最後は水だけで持ってぼかしていきます。絵の具をこうちょっと吸い取っていく感じですね。はい、こんな感じで。はい、見えますでしょうか。ここからここまでの5センチくらいの間でですね、この辺の間で、一番濃い色から、紙の白まで、幅を持たせてグラデーションを作りました。はい、続けてどんどんいってみましょう。ちょっと色混ざっちゃったかな。隣の色とね、混ざらないように、その都度綺麗にね、筆とかパレットは洗ってください。次はオレンジ色のちょっとね、薄い色になります。はい、こんな感じでしっかりと絵の具を溶いておきます。一番濃い色がね、はっきり出るようにしておきましょう。で、中間から明るい方にかけて絵の具を伸ばしていきます。はい、透明な、こんな感じですかね。紙の白、0から100までの間をグラデーションにして、こんな感じで。はい、次の色いってみましょう。はい、この調子でですね、どんどんいってみようと思います。はい、たっぷりの絵の具を溶いて用意しておいて、で、中央から明るい方にかけて伸ばしていきます。最後は水だけの筆で持って絵の具を吸い取る感じ。はい、こんな感じで1、2、3、4、5色きましたね。この調子でね、どんどん進めていこうと思います。はい、今5色進めてきたんですけれども、だいぶ水が濁ってきたので、この辺でちょっとね、水を交換しちゃいます。はい、水きれいになりました。で、どんどんいきます。結構ね、この霧吹きやっぱり有効で、最初に湿らせておくと溶けやすいので、本当にね、皆さんお勧めします。霧吹きやるやらないでね、その後の溶け具合だいぶ違ってくるので。はい、こんな感じですね。結構ね、下から絵の具をすくい上げる感じで、中間の色をね、しっかりと出せるようにしましょう。はい、では次いきます。グリーンですね。結構色によっては水に溶けにくいっていうか、溶きにくいやつありますので、一番濃い色出ないときはね、水ちょっと多めにして、よく濃度をね、薄くならないように気をつけてください。あと逆にね、よく溶けすぎるっていうか、ちょっとの水だけでしっかり溶ける絵の具もあります。
以上で、22色ですかね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22。一応ホワイトも入れて、22色。こんな感じで、グラデーション、一番濃い色からですね、明るい色までのグラデーションの色見本ができました。で、これはこのまま、乾燥させて、で、乾いたら、ここに色目をね、入れていきたいと思います。はい、まだね、水気は残ってるっていうか、完全には乾いてないんですけれども、鉛筆で、それぞれの色目を入れてみました。今回のこのね、22色は、大体ホルベインなんですけれども、その他にウィンズ&ニュートンの、透明水彩絵の具が何色か混じっているのと、ホワイトに関しては、これはガッシュのホワイトを、セットに入れています。はい、こんな感じで、あとは乾いたら完成です。でですね、ちょうど、はい、これはですね、だいぶ前に、私が作った色見本で、日付を見ると1997年の5月に作っているというか、書いた、色見本ですね。これも同じく、確かね、M 画用紙、使って透明水彩をそれぞれ、この時は100色くらいあるのかな、色見本を作っています。で、さすがに、97年なので、18の、21、2年前、22年くらい前ですかね。なので、だいぶね、色が退色しています。同じ色名でこうやってね、比べてみるとね、わかるんですけれども、結構ね、退色してるのがわかるというか、21年経つとこんな風に変わるんだなっていうのがね、よくわかります。これは、結構ね、部屋のアトリエの奥の方に壁に貼ってたので、そんな直接紫外線は当たってなかったと思うんですけれども、結構蛍光色とか、スカーレットレーキみたいな、この辺の鮮やかな赤系はだいぶ退色してるなという印象を受けます。はい、こんな風にですね、皆さんも、絵の具を購入したら、最初にね、色見本を作ってみることをお勧めします。あとね、これに付随して、混色の色見本もね、作ってみるといいんじゃないでしょうか。それはまた今度ね、機会がありましたら、やっていきたいと思います。それではまた。